わ、でけえでけえ。ホンビノス貝を乗せます。めっちゃいい匂いしてきた。うわ、くっさ。皆さんこんばんは、ホモサピです。今夜は宴です。みんな汚ねえ浜焼きが食いてえか。ということで川の下流へやってきました。河口域なんですが汚いんですよね。でも汚いイコール栄養豊富ということでもあります。プランクトンが豊富で下流域に堆積した砂泥の中にはそれはもうありとあらゆる貝が生息しているわけですね。その中でも本日狙っていくのはアカニシ貝です。マテ貝を取りに来た時おまけでちょっと取ったんですけど、あの貝うますぎる。取れたてのアカニシのコリッとした甘みのあるあの刺身、サザエに匹敵する美味しさと言われています。それがねここで取れちゃうんですよ。干潟で貝を捕獲する上で一番大事な要素が潮の満ち引きです。海や川には月の引力の影響で水位が変動する干潮と満潮があって、月は地球の周りを毎日ぐるぐる回っているので、それに合わせて潮が満ちたり引いたりを繰り返しています。でも普段の満潮干潮じゃこんなに川の底が見えるほど水は引かないんですよ。なんで引いてるかっていうと太陽なんですよね。月と太陽が一直線に並んだ時、干潮と満潮の水位の差が一番大きくなります。満潮の時はたっぷり水位が上がるし、逆に干潮では川の底が見えるくらい水が引きます。1ヶ月に数日そういう日があるんですけど、その日を大潮って言います。それに加えて冬になると今度は大潮の最低水位からさらに水が引くマイナス潮位という現象が発生します。海図に乗っている干潮でもここまでしか水が引きませんよっていうラインを超えてマイナス値で水が引きます。普段水の底にいた生き物たちが大きく露出するので非常に捕まえやすい日なんですよ。赤い赤い尻尾の跡あるもん。ほらこれ絶対赤いいたな。ここに干潟の危険生物ですね。気をつけないと残ってるやつがいるからな。アカニシ貝は巻き貝なのでタニシみたいにね何かにくっついてます。この場合はこのカキ殻にくっついてますね。とりあえず怪しいものは触ってみるか。カキでした。今日12時ぴったりぐらいが干潮なので今はね10時過ぎです。土干潮に合わせていくには1時間前ぐらいから干潟入りしないと間に合わないですね。今からどんどん水が下がっていきます。そうするとねそれに比例して探しやすくなるので。あったー、ちっちゃいけどこれです。今日狙う貝はもう刺身がバッチクソうまいんですよ。こいつは貝の刺身の頂点って感じする。こいつは逃がそうかな。チビだから。いた。あ、ほんとだ。存在感やばい。おー、でけえ。でかい。これでゴンってやったら死ぬよ。でけえ。うわお、降雪してる。お前ら増えようとしてんか。これそうじゃね。これおい、またあった。陸にあったよ。しかもバカでけえし。こうやってねバカなんで貝は知能が低いんでたまにね潮に取り残されて水に上がってるやつがいます。ちなみにね今カキ殻の上歩いてますけど、カキ殻ってめちゃくちゃ危ないんですよ。これ全部包丁だと思ってもいいです。今日は厚底のウェーダー履いてるんで大丈夫ですけど、本当に先端が鋭利で尖ってるのでクロックスとか簡単に貫通しますからね。本当にマジで危ないんでカキ殻の上はマリンシューズかウェーダーで歩いてください。これはうわ、冷た貝じゃないこれ。すげえ。すごい円盤状に広がってた。この貝ね肉食の貝で鎖とかの殻に穴を開けて中身をチュルチュル食べちゃうんですよ。だから結構ね潮干狩り場だと邪魔者扱いされてる厄介な貝です。けどこいつもうまいから厄介な貝。よいしょ。これなんだ。オキシジミか。カスだカス。申し訳ないけど君はカスだ。海に帰れ。あいつは美味しくないんでね。アサリハマグリはねこの土の中に埋まってるわけなんですけど、スコップがないと取れないかと思いきやそうではなくて、こうやってやってトルネードをするんですよ。水があるとこで。そうするとなんか出っ張りを感じるんですよ。慣れてる間にその出っ張りを探すと大体ほらスコップいらないですね。アサリおよびハマグリトルネード。出てこいハマグリ。でかいんじゃないの。何お前。オキシジミですね。うわーやばい。ホンビノス浜焼きの主役。今12時になって土干潮です。マイナス潮位の最低ライン、今日の一番低い潮位ですね。ここからどんどん潮が上げてきます。マイナス潮位はあんな感じで貝がバンバン取れてめっちゃ楽しいんですけど、いいことばかりじゃありません。干満差が激しいということは水が満ちてくるのもめちゃくちゃ早いんですよ。時間を忘れて貝を取ってると帰り道がなくなってしまいます。上げ潮になり始めたらね急いで陸へ戻ります。そのために常に時計を確認しましょう。では本日最後の獲物を取りに行きたいと思います。もうずーっと目の前にあったけど取らなかったもの、あえて取らなかった。これですよ皆さん、マガキ。これねずーっとあったんですけどね取らずにいました。
東京湾の牡蠣、怖い。牡蠣はね、水質を浄化する目的で行政があえて撒いたんですよ、この近辺に。なのでね、とっても水がきれいになったんですけど、こいつらに浄化能力があるということは、こいつらが汚れを吸い取ってるんですよ。フィルターなんで、海の。だから食べて何が起こるかはちょっとわからない。リスキーな食材です。あ、でかいでかいでかい。それでかい。わ、これでかい。じゃあこの真牡蠣食べましょう。これが本日の成果です。まずこれホンビノスと赤西とアサリと真牡蠣と冷た貝少々ですね。シナハマグリ多分、あと牡蠣にくっついてたイガイ、これはねムール貝の仲間ですね。じゃあまず火起こししますか。着火剤集めましょうか。これね、ススキですね。ススキ、足の本当によく燃える火のスターターにはもってこいです。ススキを下に敷いていきますよ。これ憧れのファイヤースターター。これね、マグネシウムの棒がついてて、ここで削り落として金属火花を飛ばしてここに着火します。いきますよ。あ、来たあ、来たやっと来た、俺の可愛い炎。じゃあホンビノス貝をまず洗いましょう。加工で冷てうわ、これ手赤いから冷たいんだわ多分。冷たいよよし、ホンビノス貝を乗せます。めっちゃいい匂いしてきた。磯丸水産、磯丸来てるよ。磯丸来たね。あら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 、醤油が焦げていい感じです。ではこちらにね、チューブバターを入れてバター醤油にしていきたいと思います。よいしょ、美味しくなーれ。ではいただきましょう。一番うまそうなこの焦げてるやつ。うわ、取れた。ホンビノス貝のバター醤油、うめえやべえ、みんな食ってくれ。やべえ、マジでうめえ。これやばいよマジで。これはさすがに長州力飛ぶわ。次は赤西貝を下茹でしてつぼ焼きにします。まず茹でます。そろそろ赤西茹で上がったかな。これで一回取り出して内臓を除去して網に乗せます。お、来た。あー、いい匂い。ここに移植します。よし、醤油いきます。ちょっと料理酒も入れます。赤西貝のつぼ焼きいただきます。うわ、うまそう。いただきます。うめえ。コリコリってなって、ちょっと磯の香りがして、焦げた醤油の香りがブワーって広がって、めちゃくちゃうめえ。超ビール飲みて。初めて酒飲んだ陶器火の昔のことを思い出すわ。遠くないでしょ。じゃあこちら肝ね、ちょっとリスクがありますけど、あ、うまっ。クリーミーな海藻みたいな味がして、うまっって思った瞬間、次一瞬荒川温排水見えて、あ、うまっってなって温排水見えてうまかった。大丈夫。そんな臭くない。多分そういう匂いなんだと思う。そうやって臭いのか。うわ、ほら、これ血ですね、青いの。人間とかの血はね、ヘモグロビン使ってるので赤いんですけど、貝はね、ヘモシアニンっていう銅を含んでるんですよ。青っぽくなる銅イオンの色ですね。そしたら塩もみ。ぬめりを取りましょうね。これをケチると臭いです。でこれをまず一回半分に割って、ぶつ切り。よし、完成しました。赤西貝の刺身です。俺は何もしてませんけど、これがね一番うまいんじゃないかと思う俺は今日。うまっ。コリコリ。赤西は刺身が一番うめえか。ザクザクっていうこの貝の食感たまらねえわ。意外いきますね。これにつけていただきます。あ、うまっ。バター醤油うまっ。意外小さすぎて味の違いわからん。じゃあ狂乱の牡蠣いきますか。うわ、牡蠣きたな。今日取った貝の中でダントツにきたね。焼かれていく大丈夫かなこれ。この牡蠣はね、この生態系において非常に重要な役割を成していて、カニも食べるし、さっきの赤西も食べるし、冷た貝も食べるし、もうみんなこいつを食って育ってるから、ここの基本のね食事なんですよ。でもこれどうやって開けるんだ。わー、怖いよ。わからない。これか。あ、うまそう。めっちゃうまそうじゃない。うまそうだ。めっちゃうまそうじゃないですか。おお、すげえ。臭くね。肉の匂いがする。くっさ。なんか水替えしなかった水槽の匂いしてる。こちらの牡蠣焼けましたので、現時点ではなんか生き物が死んだ匂いがするけど、実はねこれ貝の殻の匂いで、いい匂いかもしれないから。いただきます。